2024年4月7日、ガンダムシリーズがついに45周年、機動武闘伝 G ガンダムが30周年を迎えました。そして公式のガンダムチャンネルでは、アムロレイでおなじみ古谷徹氏、ドモンカッシュやイザークジュールなどでおなじみ関智一氏、そしてスレッタ・マーキュリーの一ノ瀬からしの3人を交えてのスペシャル配信が行われました。配信ではお三方へのインタビューなどが行われ、今後のプロジェクト発表や G ガンダムに始まる宇宙世紀シリーズ以外をオルタナティブシリーズとしたヒーロー、ドモン、ガロードの3人のイラストなどが公開されました。オルタナティブが宇宙世紀もの以外全てを指すのかはよくわかりませんが、いわゆるアナザー作品と呼ばれていたシリーズはオルタナティブシリーズという呼び方が正式のようです。そんな中、最後に G ガンダムの新情報として新たなキャライラストが公開されました。今回発表されたのはこちらの1枚のイラストのみですが、完全な新規キャラとなっています。このキャラについて G ガンダムのルーツを調べてみると面白いことが分かりました。そこで今回は発表された新情報と G ガンダムの過去作の流れから新作がどのような作品になるのかを考察していきたいと思います。今回公開された G ガンダムの新情報の話の中で、司会の方から30周年、さらに新しい物語とかってという振りに対し、関さんから発表があったので、新しい物語であることが明確になりました。ただ、まだ関さんも詳細は全く知らないとのことで、これがスマホゲームなのか、漫画なのか、テレビシリーズなのか、映画なのか、OVA なのか、全くわかりません。ただ、個人的には OVA になるのではないかと感じます。というのは、G ガンダムという作品は、放送当時、宇宙世紀シリーズイコールガンダムというイメージが定着していた中で始まったので、当初はかなりガンダムファンから叩かれていたという話が明かされています。しかし、師匠が登場したあたりから人気が伸び始め、最終的にはガンダムシリーズの固定概念を吹き飛ばし、今私たちが知る様々なガンダムシリーズにつながった重要な作品とされています。私個人としては、当時小学生だった自分は近所の模型屋で BB 戦士やスペリオルガンダムなどを知っていたものの、テレビでガンダムが放送されていることを全然知らず、ある時テレビでガンダム作品が放送されているのを知ったのはビクトリーガンダム終盤の頃。しかしビクトリーガンダム終盤から見始めても意味が分かりませんでした。そこで第1話から見始めたのが G ガンダム。当時ドラゴンボールに興奮していた世代としてははちゃめちゃな中に熱いストーリーを見せてくれた G ガンダムにドハマりでした。と個人の感想はこれくらいにしておき、本題に戻ります。ガンダムシリーズにおいて異色と呼ばれることもある G ガンダムといえば、主人公はドモンカッシュですが、東方腐敗マスターアジアやシュバルツブルーダーといった人気の高い重要人物も多く存在します。裏を返せば、師匠が出たあたりから人気が出たという G ガンダムの背景を踏まえると、新作は師匠たちも出てくる作品になると推察できます。これを踏まえると、テレビアニメ本筋のキャラが絡む作品なので、ストーリーが長くなる。スマホゲームやテレビシリーズ全25話、50話といった形式にはせず、本筋キャラの外伝物としての漫画、OVA、映画のいずれかになると思われます。では、この中で、どれになるのか消去法で見ていきたいと思います。まず漫画ではないと思われます。その理由としては、今回の配信では、今後のガンダム映像作品に関する PR が行われていましたが、漫画の紹介はありませんでした。特に、スレッタ役の一ノ瀬さんがいらっしゃいましたが、水星の魔女の外伝作品であるバナディースハートの紹介はありませんでした。バナディースハートにスレッタが登場していないからという理由も考えられますが、漫画は PR 内容から切り分けられている印象を受けます。G ガンならではの熱い掛け合いを漫画だけで終わらせるとは思いにくく、関さんが出演されていることからもボイスありの作品になると推察できます。ではOVA か映画のどちらかというと、個人的には OVA と思います。それは映画としては先行のハサウェイ第2部を控えていて、同時期の公開にはならないと思われるからです。ハサウェイ第2部は元のスケジュールであれば2023年までには公開されていたはずでしたが、コロナの影響などもあって続報なしで遅れています。ではハサウェイの公開がいつ頃になるのかと考えたとき、ヒントになりそうな情報があります。それは
ゲームバトルオペレーション2において戦術メッサーが解禁されたことです。本作では各機体の製作期間が1年かかるとされています。つまり2023年4月くらいから先行のハサウェイの機体が製作開始されていたことになります。 PR の観点からゲームと映画のスケジュールを連動させて制作スケジュールを組んでいるはずなので、本来であればシードフリーダムが落ち着き始める今月あたりに先行のハサウェイ第2部の情報を出し始めて、2024年末か2025年初旬あたりに公開する予定だったと思われます。しかし今の段階で第2部の情報が出ていないということは、何らかの事情で制作が遅延してしまっているので、バトオペの方だけ先に先行のハサウェイの機体が登場してしまっていると推察することができそうです。とするとハサウェイの公開は2025年中旬以降と予想できます。ここで G ガンダム新作が映画だった場合、今の段階で発表ということは、過去作の流れから見ると2024年末から2025年にかけてハサウェイと近い時期での公開と時期が被ってしまいます。さすがにガンダム映画2本を同じ年に公開するとは思いにくいので、映画ではないのではないでしょうか。このように考えてみると G ガンダム新作は OVA になると思いますが、そもそもどのようなストーリーになるのでしょうか。テレビ本編の前日談、本編中の外伝もの、後日談。まず G ガンダムの人気がドモン、師匠、シュバルツにあることから考えると、後日談というのはちょっと考えにくい気がします。G ガンダムはテレビ本編以外に様々な漫画作品がありますが、後日談といえば機動武闘伝 G ガンダム外伝ザ・ネクストジェネレーションなどがあります。これは本編の第13回ガンダムファイトの次となる第14回大会でドモンの弟子ユウの鏡が戦う物語です。ただテレビ本編後だとそもそも師匠やシュバルツがいないので、ドモンとユウゴが出てきてもいまいちインパクトに欠けてしまいます。仮に師匠やシュバルツが何らかの手段で復活して出てきてしまうと、本編の感動の展開は何だったのかとなってしまうと思います。そのため師匠とシュバルツが出せず、後日談は難しいのではないでしょうか。とすると前日談か本編中の外伝もののどちらかだと思われます。前日談といえば漫画機動武闘外伝ガンダムファイトセブンスにおいて後のマスターアジアとなるシュージクロスがヤマトガンダムに登場し、ネオジャパン代表として第7回ガンダムファイトを戦っています。こちらでは本編に登場した旧シャッフル同盟のメンバーやシュバルツの疎開となった人物と思われる人物が出てくる話で、最終的にシュージはネオ香港に身を寄せています。新作のストーリーがもしも第7回ガンダムファイトの後シュージがマスターアジアとなりドモンを鍛えていく頃の話であれば、主要キャラを登場させやすそうな感じがします。なおドモンは10歳の頃からマスターアジアに師事しており、20歳になってキングオブハートの紋章を受けていますが、その直後マスターアジアが行方をくらませています。ここで一旦新キャラの画像を見てみます。髪型がマスターガンダムに似ているこの女性、一体誰なのでしょうか。ネットではシャッフル同盟のブラックジョーカーの若き頃ではといった意見も見られますが、個人的にはマスターアジアがマスターガンダムに乗るに至った影響を与えた人物ではないかと思います。服装はネオ香港を思わせるもので、加えているタバコはドモンが決勝大会時に世話になっていた老人ハンが加えていたものに似ています。ちなみにブラックジョーカーはもともとネオロシア代表ですが、この女性のいでたちはちょっとロシア系ではない印象を受けるので、ブラックジョーカーではないと思われます。またこの女性剣を持っていますが、これがどこのものかまだ分かりません。本編で剣といえばドモンの生倉刀やジョルジュのサーベルといったものがありますが、この女性のものと同じような剣は見当たりませんでした。しかしこのような剣を持った人物、実は元ネタらしきものが存在します。それは香港映画楽園の傷に登場するドッコ9杯という人物。ドッコ9杯は映画で同じような剣を持っていて、さらにこの人物は小説「秘曲称号考古」などに登場する人物として考古で知られる無敵の武術家とされています。 G ガンダムで称号考古といえばウォルターガンダムだったり、同小説には
トウホウフハイという人物が登場したりと、G ガンダムのつながりが感じられます。このようなつながりを考慮すると、この女性の元ネタは、無敵の武術家、ドッコ9杯と推察することができます。ちなみに、ドッコ9杯は、同小説内では個人で、強すぎて敗北を求めて9杯を名乗っている人物とされています。ここで、ストーリーが、前日譚なのか本編中の外伝なのかを改めて考えてみます。もし物語が前日譚なのであれば、この女性はマスターアジアの師匠で若かりし土門の修行中のエピソードになる可能性がありそうです。しかし、一つ致命的な問題があります。それは、土門のモビルファイターが出せないということです。土門は、修行が終わってネオジャパンに帰った際に、父を救う条件としてガンダムファイターになりました。そのため、前日譚を描くと、土門のモビルファイターを登場させることができません。とすると、本編中の外伝ストーリーが考えられます。土門と師匠とシュバルツが登場し、さらに、この女性がネオ香港に関係するとすると、見えてくるのは一つです。それは決勝大会中の外伝もの。ドッコ9杯が、マスターアジアの元師匠やかつての宿敵なのであれば、マスターガンダムに髪型が似ていることに納得がいきます。元ネタがドッコ9杯であれば、最強の個人という立ち位置の人物。さらに、個人が復活する手段といえばデビルガンダム。決勝大会中の出来事なので、DG 細胞が関与しても、本編の感動のストーリーを台無しにすることはなく、アニメの主要キャラが登場しても違和感はありません。シードフリーダムは、外伝漫画であるアストレイシリーズを知っている視聴者は、いろいろ考察することができるものの、アニメ本編さえ見ていれば、ストーリーが十分理解できる作りになっていましたが、本作においても、この展開であれば、漫画版を知らなくてもアニメ版を知っていれば、ストーリーを理解することができます。さらに、決勝大会中なので、モビルスーツの回収が行われても不思議ではなく、ゴッドガンダムの一時的な強化パーツが施されていても問題ないので、ゴッドガンダム回収型やその他の回収機が出ても違和感がありません。そして、最強の武人なので、マスターアジアより強く、むしろ、土門、シュバルツ、マスターアジアがタダになってもかなわない強さを見せてくれる可能性もあります。時期的には、土門が赤波天狂剣を習得した後で、シュバルツ戦の前あたりであれば、3人の一時的な共闘が見れたり、普段は見れない3人の共闘だからこその、新たな必殺奥義も見れるのではないでしょうか。ということで、以上、新キャラからわかる新作 G ガンダムの考察でした。G ガンダムテレビ本編の世界観を壊さず、主要人物も登場すると考えると、最強の敵が登場し、まだ、決勝大会中で仲違い中の師匠と土門が一時的に共闘するという、いわゆる銭形とルパンが共闘みたいな展開になるのではないかな、と思いましたが、皆様はどう思われますでしょうか。ぜひ、皆様のご意見もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。